雑談です。ゴシップです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかと言いますと、お昼から陣内くんの YouTube の打ち合わせがありまして、それをやってからジョニー小野くんがR1 の1回戦だっていうんで、じゃあこっそり見に行ってやろうと思って見に行っておりましたが、3時過ぎ、4時前ぐらいかな、3時半ぐらいから行ってたのかな。でずーっと見てたんですけども、たくさんの方が出ている中でね、何人かは面白い人もいましたけども、総じてね、みんななんていうんですかね、オチ、一人コントというか喋りとかでもオチが弱いというかね、なんかこう尻つぼみで終わっていく人が多いっていうのと、完全にネタになっていないっていう印象が強かったですね。でジョニー小野くんにアドバイスしたのが、前日ってこともあって、突貫工事のネタで、ネタ自体はねそんな悪くなかったんですけど、ちょっとなんていうんですかね、畳みかけが弱かったかなと思って、結果残念だったみたいなんですけど、もっとなんかあれ挑むんだったら人数多いんですけど、ほとんどがこう形になってない人ばっかり、声が出てない人ばっかりだったんで、いやもっとちゃんと挑めよとは思いましたね、見てて。でとんぺいくんが、いたんで、トドントントントンペイですのね。でたまたま隣の席でこう気づかずにずっと最後までいたんで、最後声かけてご飯食べに行ったんですけど、とんぺいくんのネタもこうした方がいいんじゃないかなみたいな話をしつつ、渋谷の焼き魚の美味しいお店でね、もうたらふく食って帰ってきます。そんなことをしておりました。でもう早速行きましょうね。見ましたですわ、ゴシップ。これは富士のドラマでありまして、富士のいつやって、昨日の何時だっけ、やってるドラマで、これがね木曜10時ですか、やっておりまして、黒木華さん主演でやってるニュースサイトのねお話なんですが、ざっくりとどんな話だったかっていうのを書き込んだのを読んだ方がいいかな。読んでいきましょうかね。楠木出版の経理部で厳しいチェックで地獄の番犬ケルベロスと言われていた瀬古リリコ、これが黒木華さん演じる瀬古リリコ、役員選出の選任の時に、平泉の使い込みを指摘して丹羽正樹、これ安藤正信さんね、これって安藤正信さんと、黒木華さんが何かしらあってこう任されているというかね、匿名を受けているみたいな感じでしたけども、その平泉の使い込みを指摘して丹羽が見事執行役員になると。で瀬古はこの経理部だったんですが、ニュースサイトカンフルニュースの立て直しを命じられると。でカンフルニュースっていうのは本当にこたつ記事ばっかりで、月間50万 PV 程度で、お荷物部署で、出版会社にしてみたら潰してしまった方がいいんだけども、しかし丹羽はね、ここにその敏腕の黒木っていうか瀬古をね、配置して立て直しを図ると。でそこで瀬古は、5000万 PV をね目指すと、ゴシップ記事で目指すんだと意気込んでやってくるんですが、そこの編集部のメンバーっていうのがのんびりしてたりとか、こたつ記事ばっかりを書いてるようなメンバーで、温厚な山田礼二生瀬さんが演じる山田、それから口悪いが丸め込みがうまいね根津、これは溝端淳平さんがやってるのかな。仕事が早いが中身の薄い下馬、野村淳平さんですね。周平さんか。
それから元エース記者の、これは小谷っていうかな、で謎の電話を、これは後で出てきますか。そんなあと女性の人がいましたね。漫画誌希望だった一本木誠、これがね、石井杏奈さんですねがいてる部署で、その部署で、その溝端淳平さんは、編集部で寝泊まりしてるような本社ビルはすごく綺麗なんですけども、このカンフルニュースの部署は旧社屋でボロボロなところでやっているというところに来ると。で、ゴシップ記事で5000万 PV を目指すんだと言ってやってきて、ででもしょうもないニュースというか本当にこたつ記事ばっかりだったの中に一つ、アイドルと人気声優のクリスマスパーティーのゴシップ記事にゲームアプリのグリフィンラボというねところの代表らが、入って映り込んでいるのを見つけて、それからグリフィンラボがねここはパワハラ企業だっていう投稿も知って、パワハラ企業がどうだっていう記事を出したところ、それがフェイクニュースだと糾弾されてしまうわけですよね。ワイドショーで謝罪を求められたり内容証明が送られてくる中、いろいろじゃあ謝罪文を私が書きますと言ってセコが、調べ出すんですが、実際に本当にパワハラなのか、そのパワハラ記事を投稿した人をね、調べていくと、なんとN ゲージのお店の店長で、その N ゲージのお店っていうのは昔今の編集長山田さんが生瀬勝久さんが取材がしたことはあるっつって、連絡先分かりますかって言ったら携帯にあるはずだ、でもその携帯を落としてしまったって言って連絡がつかない、どうしようっていうところに電話をそこで拾いましたっていう人がやってくるんですけど、これがね、まだ1話ではどういった関係なのか分かんないですけども、拾ってきた人と瀬古さんと何か関係があって、でも瀬古さんは全く、覚えてないみたいな感じで、今後ここが物語のねどういった仲なのかっていうところが明かされていくのかなという感じでしたけど、で連絡先がね、その N ゲージ屋の連絡先が分かったんで、この人だったら昔取材したことがあるっつって、昔の記事を探してお店に行くと、パワハラだっていうのは嘘だと分かるんですけども、実はキャラクターをね盗作されていたってことが分かるんですね。でしかも10年前に、取材した時の写真にもそのキャラクターが載っていて、これは完全に盗作だということが明らかになり、しかもその10年前に近くのラーメン屋にねグリフィンラボの人らが来てたっていう書き込みまで見つけても、これは明らかにここでそのキャラクターを見てそのアプリを作ったんだってことが分かる。で、どうしてそのねパワハラだなんて嘘ついたんですかっつったら、いやキャラクターを盗まれて悔しかったんで何でもいいから文句を言ってやろうと言ったっていうことを全部、パワハラって嘘ついたのはとキャラクターの盗作とはこれ別問題であるから、それぞれのことを記事にして出しますと言って出したというのが1話の大きな話の流れで、そこでその後ですよ、このね、実はパワハラって嘘だったのが、なんとそのニュースねカンフルニュースを見て内部告発で事実だったということが分かるというね、二重三重構造で話が膨らんでいくというね、一つのニュースの中にもいろんな人間ドラマがあってというような内容でした。だから毎回こういったあるニュースについて深掘りしていくと、実はこうだったああだったみたいな感じの物語の作り方をしていくドラマなんだろうなと思っておりますが、この中でね、最後本当にパワハラが事実だったっていう分かるところのシーンであるとかね、そんで
生みの親だったんですかって、そのアプリのファンが駆けつけるシーンとかね、本当にいい感じだったりとか、あとはね、この黒木華さんのキャラクター瀬古リリ子さんがね、何かしらこう調べてこう確信をついた時にね、見つけたっていうんですけど、これね、このドラマの中でめっちゃ流行らそうとしてんだろうなっていうのがプンプン感じましたよ。だって、この1時間の間にね、2回も見つけたって言ってましたからね。だからこれからはね、こう見つけたっていうのをこの1回のね放送の中に何回言うのかなっていうのを数えていきたいと思いますからね。シャープ1話は2回言ってましたそんないやらしい見方するっていうね、これはね僕も使っていきたいかなと思いますね。見つけたっつってで、まあ大概こういうのは流行んないですけどね。で、あとね一つ気になったのは、最近のドラマってこうドラマ内でワイドショーが流れるっていう場面が非常に多くて、このドラマのねゴシップの中でも流れてますが、アバランチでもやってましたし、真犯人フラグでもやってますし、まあトレンドというか、まあ生活に密着してるんだろうな、ただね、それどれぐらいの人が見てんだろうなって気にはなるんですよ。ニュースも文字情報としては目にしたりワイドショーで言ってたとかね、それこそこたつ記事で見たりするんですけども、まあ中身がないというか、ああだこうでって、結局決着つけないし、取り上げてた問題は結局どうなったんだっていうことをねまでをやらないわけじゃないですか。だからそれね、ちょっとそこをこのカンフルニュースはそれもちゃんとしてる。ただまあ謝罪文とその盗作のやつを出したところで、そんなに PV も跳ねなかったんで、これはどうだっていうのも話されておりましたけども、そんな感じの、ゴシップというドラマが始まっております。これはね本当に見どころはそうですね、この見つけたの回数と、あとねちょっと落ち込んじゃった感じで、ご飯を食べに行くところでりょうさんが出てくって、なんか食事のシーンというかね、薬膳カレーが出てたんですけど、カフェの店員のところに行くで、そこの飯のねあっこの割合がどれぐらい今後増えていくのか減っていくのか、そこで何かあるのか、あとそのカメラではない携帯拾ってきた人との関係ですね。とあとはね、このドラマの最後1話の最後にもうベタすぎるだろっていう根津さんが寝袋から起き上がって、おいって言ってやめろよって言って、瀬古さんに覆いかぶさるねマウント体制になるところで終わるんですけども、ベタすぎる感じのね設定とかね、あっこからどうなるんかっていうところで終わるんですけど、多分来週ね2話目どうもならんままこう始まるんですが、なんていうんですか、ゼロ距離ならばね、エヴァでいうアスカのゼロ距離ならばっていう感じで顔がねこうくっついてるところで終わるんですけど、どうなっていくのかね、そのなんていうんですか、恋模様というか、なんていうんですかね、こう地味にというか着々と何かこうね、感情がない人なんですけどね、瀬古さんはそこに感情がこう今後芽生えてくるんだろうなっていう感じのドラマゴシップが、木曜の10時から始まっておりますので、ぜひご覧になっていただければなと思いました。これ流したらコントって言えないね。いやゴシップ面白かったですね。あとそうですね、昨日の R1 のその予選のほとんどが本当になんかネタになってないというかね、一発ギャグの人とかはいいんですけど、それを落ちてねえじゃんかっていうようなのが非常に多かった。もうちょっとなんかねえ食ってこいよとは思いましたけどね。なんか思い出作りなのかなとか思いながら見ておりましたが、それもずっとまたねやってるでしょ。今日もやってるんで、時間があったら覗いて気に入ってね、こう勝手に文句だけ言ってやろうと思っておりました。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。